two acts can claim to be icons of the Japanese indie scene on the level of indie pop duo Lucy 2. They burst onto the scene in 2018 with their smash hit mini album Lucky, and have followed it up with beloved release after beloved release and multiple overseas tours. Today marks exactly 6 years since the release of Lucky, so we've come to the anniversary party to enjoy the show and meet the band to get to know what makes them so indispensable to the Japanese indie scene. Let's go!最初私栃木県の宇都宮でバンドをやってまして、高校生の時からで宇都宮ハロードーリーっていうライブハウスがあって、そこで高校生の時コピーバンドをいっぱいやってたんですけれども、高校卒業して私がやってたバンドが解散してまたバンドをやりたいなということで、宇都宮でベーシストとドラマーを見つけて、そこから組みました。で今はこの2人でやってるんですけど、そうですね。でかれこれやいのあってベースが脱退してしまった後に一般公募を応募したんです、ベーシスト。その時に P ちゃんが応募してくれて、初対面の時にそのルーシー2がホームとする宇都宮ハロードリーに出たことがある、前やってたバンドで、そのバンド名を聞いたら私知ってるみたいな運命を感じて、なんで知ってたかっていうと、ライブハウスの店長が P ちゃんが以前やってたバンドめちゃくちゃいいよみたいな。でルーシー2はその時結成したてぐらいの時で、じゃあぜひ一緒に次宇都宮来た時はやりたいって思ってて、でそれを思い出して運命を感じやすいのでP ちゃんにしました。もともとバンドはやってて、もうちょいちゃんとやっていきたいなって思った時にルーシー2の募集があって、ラッキーのミュージックビデオとか結構周りで見てる人とかいたし、自分も見てたルーシー2に入るなんてみたいな、ちょっと引け目を感じてたんですけど、友達に後押しされて応募してましたそれで弾き方が変わったりしましたか？シンプルにあれ下げたよね。でも下げたり上げたり試してなんか自分がかっこよく弾けるようなのをどうなんだろうって研究したりはしてます曲のネタにする思った経験はどんなものですか？昔から恋愛ソングを結構聴いてて、元になってるのがジュディ&マリーさんだったり、あとは愛子さんだったり、小さい頃から母親が聴いてた音楽とか聴いて影響を受けてたので、そのようになりたいっていう形で恋愛ソングを書くようになり、自分自身もずっと子供の頃から思い出してみると片思いがめちゃくちゃ多くて、なかなかモテなかったんですねだから多分そこが赤裸々になってるのかな。2022年のヨーロッパツアーについて教えてください。コロナ禍で結構なんかライブとかキャンセルになることが多くて、自分のモチベーションもすごい下がっちゃった時があったんですけど、サさんが海外の景色を見せてあげたいみたいなすごい言ってくれてて、実際に行けたのがすごい本当良かったなって思いました。行きたい行きたいって言ってルーシー2入れば海外行けるって思うヨーロッパめちゃくちゃ遠いじゃないですか。だからルーシー2知ってる人いるのかなって実際思うんですよ。だって日本で大して売れてないしな、ルーシー2知ってんのかね。コメントとかをくれたりするんですけど、行く前は結構不安がいっぱいで、ヨーロッパ行ったことないしな、届いてるのかなと思ってたんですけど、結構お手紙を書いてくれたりとか絵を描いてくれたりとか、似顔絵、そういうお客さんとかもいて、ちゃんと届いてるんだなって実感
感して、そこもめちゃくちゃモチベーションになりました。現場のお客さんの反応は日本と違いましたか？全然違う。違いましたね。嘘だろって思うルーシー2のバラード曲とかでモッシュが起きたりとか私にとっては異様な光景だと思うんですけども、それで逆にテンション上がったりとか、すごい何でもありだなと思って楽しかったです。That's the end of the first half of the show, but today is a special anniversary party, and before they enter the second half, the band is bringing out a special guest. はい、誰ですか？誰ですか？いおりです。お笑い芸人です。ジャパニーズコメディアン。イエー。登場していただきましょう。いおりちゃん、どうぞ。拍手。はじめまして。すごい。なんかお笑いのステージってもっと客席も明るいですよ。だから一番奥のお客さんまで全部顔見えるんですけど、みんな笑顔ですか？わーい、嬉しい。かわいい。それではネタの方を披露させていただきます。せーの、焼きそばポメラニアンでした。ブルーベリーマフィンポメラニアンでした。And after a quick costume change, it's time for the song everyone's been waiting to hear. Lucky!ラッキー出した時は恋愛ソングを結構やろうって思ってて、ラッキーも最初はその婚姻届を出す日の歌として書いてたんですけど、だんだんとこうやっていくにつれて、なんか婚姻届を出す、結婚するみたいな、そういう決意をするっていうことじゃないですか。でなんかこの歌詞の意味も自分の中でこう咀嚼していくと、あ、これはなんか決意の歌だな、あなたについていくわっていう歌詞があるんですけど、そこがなんかそのあなたがルーシー2とかこのメンバーとかだったり、そういう気持ちに今はなってます。サウンド的な意味でもその昔に比べると音的には結構分厚いサウンドにせざるを得ないっていうか、どうにかラッキーとの違いをつけたいと思って最新作とかは骨太な感じになってるんですけど、一時期もうラッキーの曲で正直やりたくない時期とかもあって、
なぜなら新しいメンバーとかもいるし、前のルーシー2じゃない今のルーシー2だみたいな、前は可愛いほんわかしてるねみたいなイメージから脱却したいなって思ってやんなかった時もあったんですけど、ただ改めて聴いてみるといい曲だなと思ったり、恋愛ソングに関しては今と大体歌ってること変わってないなと思ったり、新しいベースになってフレーズとかもちょっと変わってたりとかして、それも面白いなと思って、今は今で今のメンバーでのラッキーを愛せるようになりました。この間レコーディングをしたんですけど、またアルバムを作れたらなと思ってるので、またアルバムを作って海外にツアーに、アメリカ行きたいよねアメリカツアーに行きたいです。憧れのバンドとかもいっぱいいるので。こんなに世界のたくさんの人に音楽を聴いてもらえてどう感じますか？あんまり自分自身にってずっと実感がないんですけど、だからエゴサとかよくしちゃうんですけど、コメントとか見たりとか、それを聞いてくれてるってことは、なんか私のことを分かってくれてるんじゃなかろうかとか、すごい気持ち悪いこと思っちゃいますね。でも本当に嬉しいです。私も嬉しいです。なんか海外の人とかも自分の国に遊びに来てとか言ってくれたり、みんなに届いてるのがすごい嬉しいです。And as we reach the end of the day's varied and memorable party, I asked the band how they thought it went. 今日はですね、もう全体的に見て海外かと思うぐらい確かに海外の人めっちゃいて嬉しいですね。嬉しかった。いろんなところから来てくれて、日本もいろんなとこからもうちょっとなんか英語の MC をすればよかったでもそう、ラッキーとかもう昔から聞いてる人とかが来てくれて、こう客席に見えて本当にうるっときました。ちょっとタイムスリップ的な。タイムスリップ、衣装も変えてタイムスリップした気分で、やっぱりね、年は取るものありがとうございました。